はいどうも、たんぼうです。今回は事前にアイテム登録して複数のアイテムをチェストに格納できる登録式マルチアイテム仕分け機を作っていきたいと思います。特徴1、装置上部の樽の中に仕分けたアイテムを入れておけば指定したアイテムがチェストに格納。従来と違いチェストの中を埋める必要がないのが特徴です。特徴2、ジャンク内であれば仕分けユニットの拡張が可能。3ユニットで81種類、6ユニットで162種類、最大12ユニットにすると324種類ものアイテムを仕分け可能です。これまでのマルチ仕分け機は取り出す時に1つだけ残す必要があり、特にスマホの方には少し使いづらいものでしたが、今回のものはその弱点を克服した仕分け機になっています。ぜひ参考にしてくださいね。それでは今回もレッツボンボン。今回使う材料はこちら。仕分けユニットが3つの場合の材料になります。腐肉やくり抜いたかぼちゃに名前を付けて使っていますが、これはスタック可のアイテムなら何でも OK です。下にあるのは装飾に使った材料です。こちらはお好みのものを使ってくださいね。装置のサイズは仕分けユニットが3つの場合、装飾込みで横11、奥行き7、高さ 6.5。地面から下は回路を置くため最大3マスの深さが必要です。ではまずはチャンクの特定をしていきます。X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探して地面に石レンガを埋め込み T の文字になるように方向を変えます。この時チャンクの左上の角にいる状態になるので、ここから2、3、4、5、15、16と掘って、今度はこちらへ2、3、4、5、14、15、16と掘ります。一旦こんな感じですね。あとはこれを基準に四角くしていって、掘ったところに丸石を入れて目印をつけておきましょう。次は装置の向きを決めて、左上の角から横8、奥行き5の大きさでこのように1マス掘り下げます。ではまずは装置の向きを決めていきましょう。今回はこの向きで作っていきます。仕上がりイメージはこんな感じですね。装置はチャンク内に収める必要があり、チャンクの角から作り始めると仕分けユニットを最大12個まで拡張できるので、角から作り始めるのがおすすめです。ではまずはチャンクの肩の部分から手前に1、2、3、4、5個掘って、そこから右へ2、3、4、5、6、7、8とこのように掘ります。あとはこれを基準に四角く掘っていってください。次は横4、奥行き2、深さ2でこのように掘ります。掘り始める位置はここから1、2マス目、ここから1、2、3、4、次は奥の方も1、2、3、4と掘ります。できたらもう1マス掘り下げて深さ2にしていきましょう。次は深さ3でこのように追加で掘っていきます。掘り始める位置はここからですね。まずは1、2と掘って、次はここから1、2、3、1、2、3と掘ります。次はここから1、2、1、2、1、2とこのように掘ってください。はい、この形になりますね。次はドロッパー、ホッパー、チェストをこのように設置します。まずはこの左下の角から斜め上に1マス進んだここに上向きドロッパーを設置。穴が上にあるのを確認しておきます。次はドロッパーの左側面に横向きホッパー。向きはこちら。次はホッパーの側面にさらに横向きホッパー。向きはこちらになります。ここまでできたらチェストをこことここに置いてラージテストにしてください。ここからは一度稼働したらしばらく続くクロック回路を作っていきます。まずは不透過ブロック、マトブロックをこのように配置します。置く位置に注意してくださいね。まずは不透過ブロックをドロッパーの右1、2マス間を空けてポン。そこから奥へ1、2マス間を空けてポン。次は左1マス間を空けてポンポンと置いたら、最後に的ブロックをこの位置に設置してください。はい、この位置関係ですね。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターとリピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックス、このリピーターは遅延プラス1。このコンパレーターはモードを減産モードに変更する点に注意してください。まずはドロッパー横のこの位置にこの向きでコンパレーター、その先にリピーターをポン。次はこの位置にこの向きでリピーターを設置して遅延を最大にしてください。できたらその先にコンパレーターを設置。1回クリックしてモードを切り替えます。次はこの位置にリピーターをポン。ダストをこの位置に置いて、この位置にこの向きでリピーターを設置して1回クリックして遅延をプラス1しましょう。最後にこの位置にこの向きでリピーターを設置。はい、OK。次はトーチ、不透過ブロック、ダスト、マトブロックを使って信号の長さを短くします。まずはこのマトブロックの上にトーチ、その上に不透過ブロックをポン。こちら側に回ったら不透過ブロックの側面にトーチ。次はこの位置にダストを置きます。次はこの位置にマトブロックを置いて、最後にマトブロックの上にトーチを設置してください。
ではここで一旦動作テストです。このドロッパーの中に適当なアイテムを多めに入れて、このようにクロック回路が動作を始めたら、左奥の的ブロックの上でトーチがこのように短く点滅を繰り返すのを確認しておいてください。動作に問題がなければ適当なアイテムは取り除いて、クロック回路は止めておきましょう。次は遅延回路です。ダストコンパレーター不透過ブロックをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら。このコンパレーターはモードを変更する点に注意です。まずはこの位置にダストをポン。次にこの位置にこの向きでコンパレーターを1、2個このように置いたら、その先に不透過ブロック、その横にダスト。今度はこちらからコンパレーターを1、2個置いて、このコンパレーターはクリックして減産モードに変更しておいてください。次はリピーターコンパレーターダスト銅の電球をこのように設置します。リピーターとコンパレーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックス、このコンパレーターはモードを変更する点に注意です。まずはこの位置にこの向きでリピーター、遅延を最大にしましょう。その先にコンパレーター、必ず1回クリックしてモードを変更します。次はこの向きでリピーター、ダストを1、2と置いたら、今度はこちらからリピーター。次は銅の電球をここに置いて、上にダストを乗せたら、この位置にこの向きでコンパレーターを設置してください。はい、OK。次はオブザーバー不透過ブロックリピータートーチをこのように設置します。ここのリピーターは遅延をプラス2する点に注意です。まずはこの位置に潜ったら、オブザーバーをこの位置にポン。信号の出口がこちらにあるのを確認しておいてください。次はこの位置に不透過ブロック。次はこの位置にこの向きでリピーターをポン。このリピーターは2回クリックして遅延をプラスにします。できたらその先に不透過ブロック。不透過ブロックの側面にトーチ。ちゃんと側面に取り付けられているか確認しておきましょう。次はトーチの上に不透過ブロック。その上にトーチ。最後にこの位置に不透過ブロックを追加しておきましょう。次はコンパレーターダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら。モードを変更する点に注意です。まずはこちらに回って、この位置にコンパレーターをポン。1回クリックしてモードを減産モードにします。あとはダストをこことこことここに置いてください。ではここで動作テストです。ドロッパーの中に適当なアイテムを1つだけ入れて、ドロッパーからアイテムが吐き出されて空になったのを確認し、その後30秒程度クロック回路が動作を続けるのを確認しておいてください。動作に問題なければ、これで一度起動すると動作し続けるクロック回路の完成です。少し複雑な遅延回路を組みましたが、これによりアイテムを入れるたびに動作がリセットされ、アイテム投入のタイミングに関わらず、アイテム仕分けがしっかり最後まで行えるようになります。では次は仕分けユニットの制御部分を作っていきましょう。まずはドロッパー、ホッパーをこのように設置します。ドロッパーの向きはすべて上向き、ホッパーの向きはこちらです。ドロッパーを置くときはしゃがんでジャンプをしながら、1、2、3、4とこのように置きます。次は一旦仮ブロックをこのように置いて、こちらを壊したら仮ブロックの側面に向けてホッパーをポン。横向きに置けたのを確認したら仮ブロックは撤去します。では視点を変更して続けます。次は不透過ブロックをこのように設置し、回路の置き場を作ります。まずはこのホッパーの背面に1つ置いたら、両サイドに2個ずつ追加し、その下に1、2、3、4とこのように置いたら、こことこことここは撤去してください。次はこの位置に1つ置いて、最後にこのトーチの上に1つ置きましょう。はい、この形ですね。次は回路です。トーチ、ダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。向きに注意してください。まずはこの位置にトーチ。次はここからダストをポンポンと置いて、この位置にこの向きでリピーター。この向きですね。次にここからダストをポンポンと置いて、最後にこの位置にこの向きでリピーターを設置。向きを確認しておきましょう。では視点を変更して続けます。次は不透過ブロックをこのように設置して回路の基場を作ります。まずはこの位置から不透過ブロックをポン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 とこの形で置いたら、ここは壊します。次はこの位置にポン。あとはこことここに置いてください。次は回路です。ダスト、リピーター、トーチをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはダストをここに置いて、この位置にこの向きでリピーターをポン。この向きですね。次はトーチをこの位置とこの位置にも設置。次はダストをここに置きます。次は上に乗ったら、この位置にこの向きでリピーター、こちらにもリピーターを設置してください。これで制御部分は完成。では仕分け機構を作っていきます。まずはラージチェストとホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。チェストを置く位置は隣のチェストから1マス間を空けて、ここからポンポンと置いてラージテストにします。あとはこれを3段にしていきましょう。
ラージテストが置けたら背面に回ってホッパーをラージテストの背面のこの位置からポンポンポン横向きに置けたかを確認しておきましょう。次は今置いたホッパーの上にドロッパーを3つこのように設置します。ドロッパーの向きはこちら。一番上だけ向きが違うので注意してください。まずはホッパーの上に乗ってしゃがんだ状態でジャンプをしながら1、2個。次はこちらから置いて顔がこちらを向いているのを確認しておきましょう。次は不等価ブロック、ハーフブロックをこのように設置します。まずは不等価ブロックをここ、次にハーフブロックをここに上付きで設置します。次は不等価ブロックをここに置いて、次はこの位置から不等価ブロックを1、2、3、4とこの形で置いたらここは削ります。最後にこの位置に不等価ブロックをポン。はい、この形ですね。次は横向きホッパーを2つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずはこの不等価ブロックの側面に向けてポン。向きはこちらですね。次はこのドロッパーの側面に向けてポン。向きを確認しておきましょう。次は回路です。リピーター、コンパレーター、ダスト、トーチをこのように設置します。リピーターとコンパレーターの向きはこちら。このリピーターは遅延をプラスにする点に注意です。まずはこちら側に回ってこの位置にこの向きでリピーターをポン。次はこの位置にポン。2回クリックして遅延をプラスにします。次はこの位置にポン。一旦こんな感じですね。次はこのハーフブロックの上にこの向きでコンパレーターを設置。向きはこちらです。できたらダストをこことこことここに置いて、最後にこの不等価ブロックの側面にトーチを設置してください。次はホッパー、ドロッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、ドロッパーの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの位置から仮ブロックを1、2個置いてこちらは壊します。次にこちら側から仮ブロックの側面に向けてホッパーを設置。この向きで置けていることを確認して仮ブロックは撤去します。次はこの向きでドロッパーの顔に向けてドロッパー。顔の向きはこちらです。次はこちら側に回ってこのホッパーの上にドロッパー。顔の向きはこちらになります。次は不等価ブロックをこのように設置します。まずはこのドロッパーの側面、次はこのドロッパーの側面、次はこのドロッパーの側面からポンポンとこのように置いたら、この位置からポンポンポンと斜めに置いてください。次は回路です。ダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら、向きに注意してください。まずはこの位置にダストをポン。次にこの位置にこの向きでリピーターを設置。向きはこちらですね。次はこの位置に入ってこちらを向きながら不等価ブロックの上にリピーターをポン。向きはこちらになります。次はこの位置に入ってこの向きでリピーターを設置。向きを確認しておきましょう。これで1ユニットだけできたのでアイテム設定と動作テストを行っていきます。まずは1スタック64個になるアイテムを2種類2スタックずつ準備したら金床を使って名前を付けていきます。名前は何でも大丈夫ですが、今回は仕分け設定用1という名前のアイテムを2スタックと仕分け設定2という名前のアイテムを2スタック作っていきますね。あとは仕分けたいアイテムを15個ずつと仕分け対象外のアイテムを10個ほど準備しておきましょう。準備ができたら上に登ってまずはこの位置のホッパーを開いたら仕分け設定1のアイテムを一番右に19個、2番目、3番目、4番目のスロットには1つずつ入れて一番左のスロットだけ空いている状態にしてください。次は今アイテムを入れたホッパーの上に樽を設置します。樽が置けたら中身を開いて仕分けしたいアイテムを左上から5個ずつこのように配置していってください。配置し終えたら残った空きスロットを仕分け設定2のアイテムを1つずつ入れて埋めていってください。はい、これでアイテム仕分け登録は完了。では動作テストです。仕分けたいアイテムを10個ずつと仕分け対象外のアイテムも10個入れて仕分けをスタートさせたらチェストの中に仕分けたいアイテムが10個ずつ全部入ってくるか確認して仕分け対象外のアイテムはこのホッパーに10個全部たどり着いているか確認をして問題なければ仕分け対象外アイテムはホッパーの中から出しておきましょう。はい、これで仕分けユニットの1つのところまで完成です。仕分けユニット2つ目以降は同じ仕組みを繰り返して置いていくだけになります。回路の置き方に注意しながら作っていきましょう。では仕分けユニット2つ目です。1つ目とは1箇所だけリピーターの遅延設定が違ってそれ以外は全部同じになります。ではまずはラージテストとホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。テストはここからポンポンと置いてラージテストにしてあとは3段にしていきましょう。ラージテストが置けたら背面に回ってホッパーをラージテストの背面のこの位置からポンポンポン横向きに置けたか確認しておきましょう。
次は今置いたホッパーの上にドロッパーを3つこのように設置します。ドロッパーの向きはこちら。一番上だけ向きが違うので注意してください。まずはホッパーの上に乗ってしゃがんだ状態でジャンプをしながら1、2個。次はこちらから置いて顔がこちらを向いているのを確認しておきましょう。次は不等間ブロック、ハーフブロックをこのように設置します。まずは不等間ブロックをここ。次にハーフブロックをここに植え付けて設置します。次は不等間ブロックをここに置いて、次はこの位置から不等間ブロックを1、2、3、4とこの形で置いたら、ここは削ります。最後にこの位置に不等間ブロックをポン。はい、この形ですね。次は横向きホッパーを2つこのように設置します。ホッパーの向きはこちら。向きに注意です。まずはこの不等間ブロックの側面に向けてポン。向きはこちらですね。次はこのドロッパーの側面に向けてポン。向きを確認しておきましょう。次は回路です。リピーター、コンパレーター、ダスト、トーチをこのように設置します。リピーターとコンパレーターの向きはこちら。このリピーターは1つ目の仕分けニットの時は遅延を加えましたが、今回は遅延を加えない点に注意です。まずはこちら側に回って、この位置にこの向きでリピーターをポン。次はこの位置にポン。1つ目の仕分けニットと違い、今回は遅延なしです。次はこの位置にポン。一旦こんな感じですね。次はこのハーフブロックの上にこの向きでコンパレーターを設置。向きはこちらです。できたらダストをこことこことここに置いて、最後にこの不等間ブロックの側面にトーチを設置してください。次はホッパー、ドロッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら。ドロッパーの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの位置から仮ブロックを1、2個置いてこちらは壊します。次にこちら側から仮ブロックの側面に向けてホッパーを設置。この向きで置けていることを確認して仮ブロックは撤去します。次はこの向きでドロッパーの顔に向けてドロッパー。顔の向きはこちらです。次はこちら側に回ってこのホッパーの上にドロッパー。顔の向きはこちらになります。次は不等間ブロックをこのように設置します。まずはこのドロッパーの側面。次はこのドロッパーの側面。次はこのドロッパーの側面からポンポンとこのように置いたら、この位置からポンポンポンと斜めに置いてください。次は回路です。ダスト、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。向きに注意してください。まずはこの位置にダストをポン。次にこの位置にこの向きでリピーターを設置。向きはこちらですね。次はこの位置に入ってこちらを向きながら不等間ブロックの上にリピーターをポン。向きはこちらになります。次はこの位置に入ってこの向きでリピーターを設置。向きを確認しておきましょう。はい、これで2つ目の仕分けニット完成です。この2つ目の仕分けニットと同じものをあとは横に並べていけば最大6個の仕分けニットにすることが可能です。今回は仕分けニットは3つのタイプを作っていくので、あと1つ仕分けニットを追加しますね。仕分けニットの作り方は2つ目の仕分けニットの作り方を参考にして作っていってください。はい、これで3つ目の仕分けニット完成です。ここで仕分けニットを4つ以上にする場合は、序盤で置いた回路の遅延設定を変更する必要があるので説明しておきますね。まず変更が必要な部分は、この2箇所のリピーターになります。仕分けニット3つまでの場合は、両方とも遅延なしで OK。次に仕分けニット4つの場合は、手前のリピーターを2回クリックして遅延をプラスにしてください。次に仕分けニット5つの場合です。こちらも仕分けニット4つの時と同じように、手前のリピーターを2回クリックして遅延をプラスにしてください。最後に仕分けニット6つの場合です。6つの場合は手前のリピーターは遅延マックス、奥のリピーターは1回クリックして遅延プラス1してください。はい、ユニット数に応じた遅延設定変更については以上になります。では次は仕分け対象側へのアイテムが入ってくるチェストを設置してホッパーでつなげます。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置にラージテストを設置。背面にホッパーを接続。向きは横向きですね。あとはホッパーの上に乗ってしゃがみながらホッパーを1、2、3、4と置いて上のホッパーからのアイテムの流れを作ってください。ではアイテム設定を行っていきましょう。1つ目の時と同じようにこのホッパーを開き、仕分け設定用1の名前を付けたアイテムを一番右のスロットに19個、2、3、4番目のスロットには1つずつ入れて、一番左のスロットは開けておきます。隣のホッパーも同じように入れていきましょう。では次は樽をそれぞれのホッパーの上に乗せます。樽を受けたら樽の中を開いてアイテム登録をしていきましょう。1つ目の時と同じように仕分けたいアイテムを5個ずつこのように入れていって、空きスロットには仕分け設定2の名前を付けたアイテムを1つずつ入れて埋めていきます。できたら残りの樽の中にも同じ要領でアイテム登録をしていってくださいね。
では最後の動作テストです。仕分けユニットに仕分け対象アイテムを10個ずつと仕分け対象外アイテムを10個用意してチェストに投入して全部きれいに仕分け完了できるかチェックを行っていきましょう。仕分け中はカチカチ音がするので音が止まったらチェストをチェックしていきます。はい、すべて仕分け終わって入ってますね。仕分け対象外のアイテムも全部終わっています。このようにしっかり仕分けできていることが確認できたら OK です。登録したアイテムを増やすときは一旦仕分け設定用2のアイテムを取り除いて追加登録したいアイテムを5個ずつ入れていき、もし空きスロットができた場合はそのスロットに仕分け設定用2のアイテムを1つずつ入れてスロットを埋めておけば OK です。次に仕分けユニットを最大の12個に増やす場合ですが、仕分けユニット6個タイプを作った後、それを180度回転させたものを動画の通りチャンクの角から作っていただいて、片方のアイテム投入用チェストとホッパーを取り除き、もう片方の仕分けされなかったアイテムがたどり着くホッパーからドロッパーまでをこのようにホッパーでつないでアイテムの流れを作ってもらえれば OK です。では最後に装飾をしていきます。参考程度にご覧ください。まずは前面を仕上げていきます。チェストの上に階段を置きたかったのですがうまく置けないのでピストンで押し込みました。アイテム投入チェストの上には動作中銅の電球が点滅するようにしてみました。上は崩壊石で隠しました。なんか白いブロックと組み合わせるとキラキラ感は出るのはなんでなんでしょうね。側面や背面は窓を作ったり葉っぱやシーランタンを使ってみました。ここは額縁でアイテムを貼っておきます。複数アイテムが入ってくるので何を貼るか悩みどころですね。屋根はいつもの敵の湧かない下付きハーフです。今回はこんな感じです。皆さんも装飾を楽しんでみてくださいね。はい、今回は事前にアイテム登録して複数のアイテムをチェストに格納できる登録式マルチアイテム仕分け機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。また最近メンバーシップも始めて出張修理などの企画もスタートしてますので、興味があったらコミュニティを覗いてみてくださいね。それでは田んぼでした。ではまた。